だからいいですね。なんかリアル感があってフランフラン創業者の高島文夫です。今日はよろしくお願いします。日常生活を楽しくしたい君へというテーマで話をしたいと思います。身近なものを見つめるっていうか、そういうのなんか好きかもしれないですね。なんかだから家にだらーっといるとかってあんまりないですね。自分の場合はご飯作るのが楽しみの一つか小さなクリエイティブの一つなんで仕方なく作るっていうのはないですね。料理もいろんな種類あるんだけど朝飯を炊くって割と好きですね。米をかしいてちゃんと米を炊いてで魚を焼いて味噌汁作ってっていうのは割となんつうかな、そこになんか超美味しい味噌汁だったらいいんだけどそうじゃなくてもなんかご飯と味噌汁と魚が揃うっていうのを淡々とやるのが割と好きかもしれない。まずは米の水加減かな。それから魚の焼き加減、それから味噌汁の出し加減。どうせやるならなんか美味しくしたい、工夫したい。例えば料理を作るとなると朝の買い物から楽しんでね、もう朝一魚を仕込んでそれから帰ってすぐもう下処理さばいてしまって、あと昆布締めするも昆布締めする。もう例えばイワシだったらもうその場で煮込んじゃう。イワシの煮付けはやっぱ冷めてからじゃないと美味しくないのでそこまで時間かけるっていうのがずっともう朝から晩まで一応楽しいことなんですよこれね。あとね結構文章を書くっていうのも割とやりますね。自分ができないことがあって例えば絵を描くのめちゃめちゃ下手なのね。だから自分がなんかデザインをしたりとかそういう表現はできない。喋ることもそんなにうまく自分で喋れるとも思ってないので、ただ文章を書くのは書き直しもできるし考えればいくらでもなんか表現って結構自由だなと思うんで。これは世の中の人もやった方がいいと思うけどやっぱとかくスマホに接してる時間がみんな長いじゃないですか。やっぱね移動中バスに乗ったりタクシーに乗ったりスマホ見ないっていうのもありかなと思う。それでやっぱ感じる季節感とか街の風景とかっていうのはすごくなんか大事だなと思うので、逆にタクシーの中スマホ見たら損だなと思う時ありますね。あこんな店できてるとかあれなんだろうとかってそういう気づきってやっぱ大事かなと思うので。最近やっぱ多いのは物を減らしてることかな。とかく物ってやっぱどんどん増えていっちゃうんで、もうとにかく服はバサバサ捨てるとか本もバサバサ捨てちゃうとか、そうするとなんかそこから大事な本これってやっぱ捨てらんないなっての見つかってもう一回読んでみたりとか、この服は大事なちょっとこういう思い出なんだよなとかっていうそういうの蘇ってくるというか、そういうようなこともあるんで、これは自分がもう年を取ったからもしれないけど、だんだんそう整理していくっていうことの中で見えてくる楽しさもあるかなと思うんで、なんか散歩が楽しくなったりとかっていうのも見えてきたんだなと思いますね。やっぱコロナの時に何もできなかったから散歩する、散歩したから鳥の声も気になる、散歩したから街の景色もあるいはそこの家の形とかも気になるってなってくるんで、あれやっぱしコロナがなかったらいろんなものがありすぎて見えなかっただろうなって思うし。いろんなものをなんかこうたくさん抱えないでなんかいろんなこと整理していくとなんかもっと楽しいことも浮き立ってくるというかね、なんかそういう感じがしますね。